れは今豚骨スープを朝できたのを火入れてます。でこれは豚そば醤油のスープですね。あと20分ほどで完成します。全部ここで作って他の誰かにもそうです。あ、スープこれは各店舗。あ、各店舗。はい。これはあっちにも朝作ったやつあるんですけど、これを今から朝配送します。さっき作りました。基本油は毎日出来たて。今からチャーシュー切ります。このチャーシューはどこの部位のチャーシューを使ってるんですか？豚バラよね、チャーシュー。チャーシューは豚バラですね。はい。これ1店舗分でこれだけ使う？そうです。これ昼の分だけです。昼の分だけ？そうです。昼の分で平日なのでだいたい8本から9本切ってます。多分ある。あります。この同じ機械で切るところまで。今こんだけで豚骨だとだいたい100玉100出るので、今日は豚骨8なのでこれを8個。じゃあ800杯。800プラスつけ麺がまあ100はいけないので70。これは2回伸ばしてる感じ？これはさっき作ったのを合わせて伸ばしてる感じ。合わせてちょっと分厚くなってそれを薄くまたするみたいな。最初バラバラだったのを1枚にして、1枚だったのを2枚に合わせてもう一回合わせて、でそれを今度こんな打ちながら2回伸ばしてその後切ります。明日、明後日着ぐらい。中村さん、50分くらい来るんで、明日。で、ちょっともう。了解です。はい。あ、いや、そうそうそう。で、厚さは、そうしました。それで、じゃあ、こうしてね。また何かにします。最初の4発目ぐらいまではちょっと重さが安定しないので測ってちょっと重い豚骨は100から110グラムの間になるようにしてます。あ、スープを。はい。
平日お昼で何杯出るかな。4時間で140万ぐらいですかね。3店舗あるうちの呉服が一番広くて、呉服で、今のところ一番最高で昼で260杯ぐらいですね。豚の背脂ミンチと玉ねぎとニンニクで水分飛ばしていく感じ。これがラーメンの香りの決め手になって感じですね。味はスープですけど。5、6分に1回ぐらいは混ぜんと当たるって言って焦げつくんですよね。1回焦げついたらもうどんどん焦げつくんで、そこがもう焦げ臭いスープになってしまうんですよ。だけ焦げつかんようにもう短いスパンでずーっと混ぜようかって感じですね。あれですね、豚のげんこつ、ロース骨、鶏ガラ、豚頭ですね。4種類使ってます。はい。これも毎日。そうですね、今は3店舗になったんで、毎日炊いてますね。お電話ありがとうございます。豚骨ラーメン一人です。豚のげんこつと、鶏ガラ、煮干し、サバ節、うるめ、昆布ですね。粗熱取ってしまうんですけど、今度使うときは上に油を浮くんですよね。その油を全部取ってしまうって感じで、それが臭みの元になるんで、油だけは外して使う。これは昨日作った醤油スープです。さっき抜いたやつですね。あれを冷まして冷凍して翌日油取って使う。これです。ここ来るお客さんは普段何で来られてるんですか？車が多いですね、最近は。提携してる駐車場、パーキングもあるので、そこでサービス券渡したりしてます。土日だと1日で、ね、すごいですよね、改めて考えると。これですね、うちの店でやってる明太豚骨ラーメンっていうのがあるんですけど、それに使うソースですね。で、うちのお店明太子は食べ放題なんですよ。なのでお客さんの中には明太豚骨ラーメンと豚骨ラーメンの違いって何か、豚骨ラーメンに明太子を入れただけやろみたいな、確かに結構言われるんですけど、別でソース作って明太子に合うようにレシピ作ってるんで、そのソースも毎日作ってる感じですね。全然味は違うんです。違います。それは食べてみてください。はい。ちなみに今日食べるとしたら何がおすすめですか？それはやっぱ豚骨ラーメンですかね。豚骨ラーメンはおすすめなんですけど、明太豚骨ラーメンも美味しいし、あとこっちの店舗だけでやってる混ぜそばと、渡辺通り店、極町店だけでしかやってない明太混ぜそばっていうのがあるんですよ。それもできれば食べ比べてみてほしいですけどね。一人じゃ足りないですね。足りないです。
こんなやつおらんやんみたいな。人気の食べ方、ここ超最高。これやばい。明太豚骨ラーメンはやばい。でもこのお店を始めたきっかけは何だったんですか？そうですね、本店の方はもともと空港の近くの榎田っていうところで至福さんっていうお店があったんですけど、そこで働いてて、そこが移転するんで、そこの居抜きの話がちょっといただいたんで、ちょっとやってみようかなと思って始めましたね。1がついてるラーメン屋多いんですけど、あと、高知の方言で、一生懸命にひたむきな様っていうのが、店名の一無尽っていう言葉なんですけど、それでその意味も僕は好きですし、一っていう博多でラーメン屋さんで縁起がいいっていうところもあって、その店名にしましたね。そうですね、基本的なことは抑えるようにはしてるんですけど、国産の小麦で、あと九州の小麦を使用して、ちょっと一般的な博多の豚骨ラーメンよりはちょっと加水高く作ってますね。粉っぽい感じっていうか、食感が僕はあんまり好きじゃなくて、改善するためにっていうちょっと加水高く作って、ちょっと若干もちもちした感じの麺になってますね。明太子と魚が食べ放題っていうのは珍しいなって思ったんですけど、もともと高菜は博多で豚骨ラーメンって言ったら薬味として無料であるところ多かったんですけど、今でこそ結構物価高で、その高菜を置いてるところは少なくなったんですけど、明太子の食べ放題の方は、東京の方の飲食経営の人にちょっとアドバイスもらって、それで始めましたね。博多で豚骨ラーメンやってるなら、その明太子っていうその博多名物を掛け合わせたらもっとお客さん来てくれるんじゃないかっていうことでアドバイスもらって、最初ちょっとビビりましたけど、それが見事に結構ハマって、いろんなお客さんには喜んでもらってますね。でポスターとかにも書いてるんですけど、宗像っていう、ちょっと福岡の海の方なんですけど、そこの海鮮さんっていう福岡のメーカーさんからちゃんと仕入れてる明太子ですね。でうちでその食べ放題で出てるのもそのギフト用の端っこのバラコってやつなんで、味的には本当にギフト用と全く変わらない、原価は高いんですけどやっぱり、そこをこだわって出してますね。他に何かこだわりとかってありますか？豚骨ラーメン自体が結構、スープに寄ったラーメンっていう認識があるんで、やっぱ結構スープにはこだわりがあるんですかね。でも結構骨の量も使いますし、圧力鍋を使用して、うちは結構骨砕くタイプなんで、髄のうまみとか角部位のうまみをブレンドしたような感じで、万人受けするようなスープにはしてますね。今博多区でとりあえず2店舗、中央区で1店舗なんですけど、それを中央区でこれから出店して、博多でしっかり認知されるブランドにしていきたいなっていうのはありますね。そこがしっかり基盤ができたら、関西とかに出店したいなって思ってますね。
カタカタ全部と卵。ここのタイマー使ってないんだね。あ。はーい。神尾さん何番？卵はやらない。階段割り方。いいよ。いや、そうね。博多一口鉄鍋餃子ってやつですかね。これ16、17かね。これお客さんの目の前でかけるんですけど、どうします？かけますね。これ上に味がついてますよく混ぜてお召し上がりください。デビューして美味しいです。あ、美味しい。はい。
そうです。これは今何を作ってるんですか？これはタルタルを作ってます。明太子の。一人で1枚はやっぱりきついです。きついですね。女性は特にめっちゃきついです。やっぱ半分でちょうどいいぐらいですよね。やっぱこの卵が結構しっかりしているから。いません。卵が入ってないです。熱いですよ。いただきますわ。いただきます。お味いかがでしいたか？や、とっても美味しかったです。僕らね、ちょっと東京の方から今日旅行で来てるんですけど、あ、そうなんですね。なんかその魚介の風味がね、とっても良くて、あんまり向こうじゃ食べれなくて、明太子も美味しくて、みんなね、福岡来た時にはぜひ来てください。今日は一日撮影ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。